エヴァンゲリオン新劇場版から追加された新キャラクター、マリ。今回の動画では、マリが追加された理由とその役割、噂されるマリの正体に関する考察、お蔵入りになったマリの初期設定、以上の項目をそれぞれ紹介します。新劇場版に新キャラが追加された理由と、その役割については、2010年に発表された、過去の制作陣インタビューの中で明かされています。新劇場版を始める時から絶対的な仕掛けとして、新キャラクター、女性のエヴァパイロットを1人増やす、ということを決めていました。そうでもしない限り、結局は同じ物語を繰り返すことになってしまい、大きく変われないのではないかという危機感を持っていたんです。無理やりにでも新エヴァパイロットという極端な異物を放り込まないと、エヴァは大きく変わらないだろうと。庵野さんはかなり抽象的でテーマ的な話をするんですね。それは、マリを登場させることによって、エヴァの世界を破壊する、ということです。あえてマリを物語の中核に登場させ、よりドラマの中心に接近させる、つまり、物語を変えるキャラにしようと考えた。それは、公開直後の大きな転換だったんですね。マリが新劇場版から追加された理由は、旧作との変化をもたらすため、エヴァンゲリオンの物語を変える、エヴァの世界を破壊するような、異物としての役割が与えられた、と説明されています。これを象徴するシーンとして描かれているのが、シンジが持つカセットレコーダー、SDAT にまつわる描写です。の時点でシンジは、同じ25、26トラックを繰り返し聞いています。これは、旧作シリーズの最終2話を表す数字。に入ってもシンジはまだ25、26話のループから抜け出してはいませんが、マリがこれを破壊。マリの手からシンジに渡ることで、一度壊れた SDAT はトラック27に移行。旧作には存在しない新しいトラックが始まります。破壊することで次に進むマリの役割を象徴するシーンと言えます。ちなみにシンジの SDAT はこの後、レイと一緒にエヴァ初号機の中に入って、14年後、シンジの元に帰ってきます。動かない SDAT は、渚薫に修理されることで、さらに次のトラック、28へと移行しました。旧作との切り替わりを暗示する、メタ的な構造を持つ、シンジの SDAT を進めた、という意味では、マリと薫は、同じ役割を果たしました。マリの登場以来、彼女の正体については様々な噂が飛び交っていますが、その中から、広く知られる有名な説、有力な説を中心に紹介します。マリについての、最もメジャーと言える説の一つです。2009年、エヴァンゲリオン新劇場版、で初登場以来、古い昭和歌謡を口ずさむ、エヴァの開発者クラスしか知らない、裏コードを知っている、など、昔の人物である可能性は囁かれていましたが、2012年、Q が公開され、パイロットの実年齢をわからなくする、エヴァの呪縛設定が登場。碇天道のことを、天道くん、と呼ぶ。レイのオリジナル体を知っているような発言をする、など、マリのキャラクターが明らかになり始め、この説がより強まることになりました。そして、2014年、漫画版、新世紀エヴァンゲリオン第14巻に収録された、書き下ろしエピソード、夏色のエデンの中に、冬月教授の教え子、マリが登場。大学時代の玄道やユイに混じって、16歳、
2年飛び級で大学に通うマリの姿が描かれていました。今までは、あくまで考察、ファンの想像の中の話だった、天童や結と同世代、同季節が、オフィシャルで実際に描かれることで、一気に有力視されるようになりました。ただし、漫画版はあくまでも旧作ベースの、別の世界の話。夏色のエデンでマリと出会ったユイの旧姓は、碇、ユイ。新劇場版では、綾波、ユイに変更されていることから、直接的には新劇場版につながらない、異なる設定の物語です。マリはアスカの母親、もしくは母親から作られたクローン説。仮にマリがアスカの母のクローンだとすると、シンジとレイ、アスカとマリ、どちらもクローンとその子供の関係性になります。マリはアスカの同僚、ユーロのバックアップパイロット説。特殊な設定はなく、ごく普通の人間だったという説です。マリ、スカイ説。ミステリアスな雰囲気、謎の多い行動から浮上した説です。マリの誕生には、紆余曲折あり、今のキャラクターに落ち着くまでに、様々なアイディアが考えられていました。関係者のインタビューに共通して出てくる初期イメージは2つ。1つは、イギリス出身のお嬢様、というもの。イギリスのミッションスクールから抜け出してきたようなイメージ。名家のお嬢様。お嬢様学校に通っていて、少しお姉さん的。マリをお嬢様と呼ぶ執事を引き連れていた時もあったそうです。もう一つは、動物好き。犬や猫をたくさん飼っている、けなげで控えめなイメージ。お友達のために、頑張ります、というようなキャラクター。室内にいるたくさんの動物と会話するシーンもあり、今までに飼っていたペットの名前を、体に入れ墨で彫っている、というアイデアもあったそうです。ミコのような、どこかで神様とつながっているような、神秘的な部分を持つ、それでいてレイとは違い、よく喋る女の子。当初はそんなイメージがあったそうです。
性格的には今とは異なりますが、マリが語尾にゃをつけるのは、この辺りの名残なのかもしれません。